皆様こんにちは。いかがお過ごしでしたか？朝から耐え難い暑い日が続いています。花市場で何を買ったらいいのか考えつかずに2時間も行ったり来たりした挙句、ブルーグリーンのコルムナリスを求めました。夏などで葉物を飾りたいと思っていたのですが、なかなか気に入ったグリーンが見つからず、結局ヒノキ系を選びました。でも一つが決まると、それに合わせて次々選んでいけます。プレミアムホワイトという名の白いアジサイ、カラー、淡いピンク色のバラはジリアン。朝に仕入れ、夜に体力が回復してから生け込みました。カルムナリスが余ったので、お菓子の塔に挟み込んだら、ますますクリスマスみたいになってしまいましたけれど、グリーンが加わって生き生きしてきました。それから果物にも添えたら、こちらも生えたようです。緑は素晴らしい力を持っていますね。またいつか森の中や都会の喧騒から遠のいた緑の豊かな地で暮らしたいです。さあ、それではミッドサマーのクリスマス料理に取り掛かりましょう。今夜の献立は、失われた時を求めてへのオマージュ、マドレーヌ。青春の思い出に酔うレモンのフローズンカクテル。灼熱の夏、地中海の一品パエリア。キャビア添えメロンのスープ。キャロットとピンクグレープフルーツの甘くて酸っぱいマリネ。それではマドレーヌ作りから始めますね。小麦粉、砂糖、蜂蜜、ベーキングパウダー、バニラビーンズ、バター、卵、絞り袋。それではボウルに全卵を溶き、砂糖を加えて混ぜ合わせます。マドレーヌは手作りすると一段と美味しいですし、とても簡単で失敗がないので、ぜひお試しいただけたらと思います。ベーキングパウダーと薄力粉を混ぜ、ふるいにかけて、Here in my head, tried to fight it off, tried to hold my breath. I keep holding back, trying not to. 卵汁に加え、混ぜ合わせます。You look at me like you know something I don't. It's almost like you see where this thing's gonna go. And wow. I think you might be right. I'm thinking maybe I'm way past the point of no return. I'm running traffic lights to spend a little time looking into your eyes. Swear I've been aching, I've
り混ぜ合わせ、滑らかに溶けるとツヤも出てきました。バターに蜂蜜を加えて溶かします。3回くらいに分けて生地に加え混ぜ合わせていきます。バニラビーンズも加えます。バニラビーンズを縦にして鞘の真ん中を包丁で切り開きます。中には小さな小さな黒い粒が無数にぎっしりと詰まっていて、ねっとりとした状態です。それをスプーンなどでかき出します。とてもいい香りがしてくるんですね。さあ、生地ができました。それでは冷蔵庫で2時間ほど寝かせます。マドレーヌの型にバターを軽く塗り、絞り袋に生地を入れて、型の8分目くらいまで生地を流し込みます。180度に予熱したオーブンで10分程度焼きます。ミルクチョコレートとホワイトチョコレートとグリーンピスタチオを刻んでおきます。チョコレートは湯煎か電子レンジで溶かします。円錐形の発泡スチロールに爪楊枝を刺し、マドレーヌを差し込んでいきます。マドレーヌの塔の完成です。それでは次は冷凍庫で凍らせてシャーベットにするので、レモンのカクテルの下準備をしておきます。レモンを絞ってジュースにします。ウォッカを加え、グランマルニエを加えます。血糖値が上がりにくい低 GI 食品のアガベシロップも加えてスイートに仕上げます。
アガベはメキシコの龍涎蘭から取れるオーガニックな天然甘味料です。さあ、それでは冷凍庫で凍らせましょう。サービスする前に固まったカクテル液をミキサーにかけ、滑らかに仕上げます。グラスの縁にレモンを塗って塩ではなく砂糖をつけました。どのような発想で作ったスープか聞かれたらちょっと説明が難しいですが、豆腐を味噌漬けにしてチーズのようにしようと思ったのです。それをフレッシュな果実のスープの具にしても面白いのではないかと。ただ味噌の種類はインパクトを求めるより上品な白味噌の方がマッチしたかもしれません。水でよく洗い流して切って器に、そこにメロンジュースを注ぎます。全体を引き締めるアクセントにバジルを浮かべました。軽くトーストしたパンにバターを塗り、マスカルポーネも塗りました。キャビアはとってもお手頃価格の2000円の品を見つけたので試してみようと思ったのです。メインのパエリアを作る前に人参とピンクグレープフルーツのマリネを冷やしておきます。グレープフルーツの皮を剥きます。ダイエット効果、美肌効果が期待でき、疲労回復にもなる果実ですね。房に沿ってナイフを入れ、果肉を外します。人参に含まれるカロテンは水に溶けにくく油に溶けやすい脂溶性ビタミンなので、油と一緒に調理することで吸収力がアップします。体内でビタミン A に代わり、動脈硬化予防、目の健康維持にもなる優れた成分を人参は含んでいるんですね。塩とオリーブオイルで味付けします。果肉と果汁も和えます。盛り付けて冷やし、味をなじませます。それでは最後のお料理、本日のメインパエリアを作りますね。ムール貝をたわしを使って流水できれいに洗います。側枝を外します。
口が開く方向に引っ張ります。有頭エビも下処理をします。頭の尖った部分の剣先を切り落とします。ひげや足も切っておきます。パエリアを初めて食べたのは20歳の時で、世界に残るレストランで最も古いとギネスに載るレストランボティンでした。ヘミングウェイが日はまた昇るで、世界中で最高のレストランの一つと記した名店でした。スペインには縁あって何度も訪れましたが、ラテン系の明るさで陽気な人が多く、こちらも自然と心が解放されますね。今日はそうしたスペインの代表的な料理をメインにしました。背わたを取り除いたら、お腹側を数箇所切っておくと丸まりにくくなります。材料はアサリ、ムール貝、エビ、冷蔵庫にカジキマグロが一切れあったので用いましたが、パエリアの魚介にはイカや白身魚の切り身などが合いますね。白ワイン、サフラン、パプリカパウダー、玉ねぎ、ニンニク、パプリカ、トマト、イタリアンパセリ、レモン。平鍋にオリーブオイルをたっぷりめに入れます。玉ねぎとニンニクの粗めのみじん切りを炒めます。料理をするとき、最初に玉ねぎやニンニクを炒めて風味を出しますが、それは加熱すると甘みも引き出され、玉ねぎの中のアミノ酸が加熱することによって分解され、旨みが増すからなんです。料理の最初に旨みを引き出すというわけなんですね。今回はある程度炒まったところでトマトを加えます。それでは魚介を入れていきましょう。ムール貝というと、在日ベルギー・ルクセンブルグ商工会議所のお食事会に出席した時、メニューはムール貝のワイン蒸しとフライドポテトでした。それを何度もリピートしてひたすら食べ続ける習慣に驚いたのを思い出します。このアサリ大きいですね。注文が届いてびっくり、ハマグリかと思ってしまいました。白ワインを注ぎ蓋をします。今回は具が多すぎたので、具の口が開くまでに水分が蒸発しきってしまいそうなので、1分ほど蒸し煮にしてから水を加えました。魚介に火が通ったら具を取り出します。サフランとパプリカパウダーを加えます。最高に美味しい出汁が取れてますよ。そして洗っていない生米を入れました。蓋をして少々弱めの中火で炊いていきます。米2合に対して水400から450ミリリットル。お米の芯を少し残すくらいに炊き上げます。柔らかくなりすぎないように気をつけてください。なので途中何回か蓋を開けて確認する方が無難です。切ったパプリカも途中で加えました。最後の1分少し強火にし、少々お焦げを作るとますます美味しく仕上がります。
貝を並べて完成しました。今回はお菓子の塔を作りたくて張り切りマドレーヌで作りました。マドレーヌというと20世紀のフランスの文豪マルセル・プルーストを思い出します。長編小説「失われた時を求めて」で主人公が紅茶に浸した一かけらのマドレーヌをさじですくって口に運び、唇に触れたその時、自分の中に異変が起こったのに気づいて身震いしたのでした。素晴らしい快感が私を襲ったのであった。孤立した原因のわからない快感である。その快感はたちまち私に人生の天辺を無縁のものにし、人生の最悪を無害だと思わせ、人生の短さを錯覚だと感じさせたのであった。そしてあたかも水を浸した陶器の鉢に小さな紙切れを浸して日本人が楽しむ遊びで、それまで何かはっきりわからなかったその紙切れが水につけられた途端に伸び丸くなり色づき分かれ、しっかりした紛れもない花となり家となり人となるように、同じく今私たちの庭のすべての花、そしてスワン市の庭園のすべての花、そしてビボーヌ川の水蓮、そして村の善良な人たちと彼らのささやかな住まい、そして教会、そして全コンプレートその金剛、形態を備え堅牢性を持つそうしたすべてが、町も庭も共に私の一杯の紅茶から出てきたのである。それは図らずもマドレーヌを紅茶に浸して食べた幼い日を突如よみがえらせたのでした。マドレーヌが紅茶に溶けて広がるように、その頃のあらゆる光景が水中花のように茶碗の中に広がり、忘れていた人生の一部を、過去の記憶を呼び覚ましたのです。プルーストは理想を追い求めて生きることが人生の意義ではないことに気づいたのです。愛も権力も永遠のものではない。こもごもとしたたわいない日常に生じるさまざまな機微、自然の移り変わり、取るに足らない些細なこと、そうした失われた時間の中に生きるに足る有用性を見出したのです。プルーストのこの言葉が好きです。芸術によっても我々は自己を脱することができ、